こんにちは。おっすおっす。スーパーロボット対戦30縛りプレイ、やっていきます。縛り内容はスーパーエキスパートプラス、改造、精神コマンド、パイロット養成に一部の縛りなどなど。詳細は概要欄を確認するか、#0の動画をご覧ください。#0の縛り内容説明動画を見てない方は先にそちらをご覧ください。ということでスパロボ30縛りプレイ、スタートです。先に言っておきますと、すごい長期間やることになると思う。シナリオ数的に。ということでまずは難易度選択から。もちろん選ぶのはスーパーエキスパートプラス。もろもろ大量の縛り内容があり、引き継ぎなしでやるだけで縛りみたいな難易度です。そして主人公。男主人公のエッジと、女主人公のアズ。まあやっぱりエッジだよね。声的に。そしてスタートを地上と宇宙で選べますが、もろもろ諸事情から宇宙を選びます。変わるのは最初の4話とその後3話あたりの順番ぐらい。ちなみに#0でも言いましたが、スーパーエキスパートプラスは最初の4話のみ。敵の難易度設定がスーパーエキスパートではなくハードモードのものになります。なので最初4話は敵がくっそ弱いです。縛りプレイとはなんぞやって感じでクリアしていくので、スパロボ30の元の難易度はこんなもんなんだぐらいに思ってください。新宇宙歴100年。世界が戦乱の闇に包まれつつある中、私たちの万能戦闘母艦ドライストレーガーは共に戦う仲間を集めながら今日も戦いの旅を続けています。もうすぐ夜が明けるようです。戦乱という闇を切り裂く光となる。それこそが私たちの戦い。昇る朝日を見ているとあの日を思い出します。私たちとドライストレーガーの戦いの始まり、それは出会いの日でもありました。スパロボ30はスパロボあるあるの今どういう状況です説明が最初にないという。代わりに全部ここの会話で解説してくれてます。とりあえずだいぶカオスな世の中です。要するに宇宙世紀をファーストからユニコーンまでおおむね全部やってきて、マジンガー Z、グレートマジンガー、ガオガイガー、コードギアス。そしてチェンジゲッターの月面戦争までという、相当カオスな世界。なお本作にダブルゼータは出てきませんが、ちゃんと第一次ネオジオン構想は起こっていた模様。ジュドーとルーは木星戦団にでもいるんですかね。この世界の木星やばそうですけども。後ろの建物ボロボロだし、ザンスカールはやってくるしで、散々ですねこのコロニー。宇宙世紀150年の時よりは連邦軍がマシなのか、まだ崩壊せずに留められてる感じですかね。
ちなみにこのヤバそうな人も一応まだ学生です。士官学校っていうのもあるからか、年齢とかはもろもろまちまちみたいです。というか、この第30士官学校。士官学校なのに機械科とかあるのか？メカニックの士官。いやいてもおかしくはないんだろうけど、それって士官学校で行われることなんだろうか。こうしてまた一機貴重なジェガンが。デナンゾンとか相手でも全く歯が立たなかったんだから、ゾロアット相手に戦えるわけもなく。この辺まさにホワイトベース。正規クルーがみんな戦死したから今動かせる人員で動かそうはガンダムあるある。どうやらこの世界にパーソナルトルーパーはいないようです。ゲスペンストがいない世界のヒュッケバインってなんか珍しいな。はい、できることを精一杯。自治会会長の口癖らしいけど、序盤以外であんまり言ってない気がするのは内緒。ということでシナリオスタート。こちらはヒュッケバイン30が1機。敵はゾロアットです。難易度によってはそれなりに大変だったりもしますが、スーパーエキスパートプラスでは前述した通り最初4話はハードと同様。正直言って敵が強くないので、突っ込むだけで事足ります。スーツならこうだ。そこを動くなよ。そらよ。集中的に狙っている。どこまで逃げられるかやってみろ。こいつはしびれるぞ。そうは問屋が下ろさないってな。さてそんなわけで初戦闘です。スパロボ30の特徴的なことといえば、まず HP バーですかね。この丸いの慣れないと見づらい感じあるよね。恐怖こそが人間を支配する。ワイヤーで絡めとる。さすがはヒュッケバイン30と俺だぜ。その眠そうな目をこじ開けてやるぜ。手間かけさせるなよ。ザンスカールを脅かす存在め。ということで敵の命中率が全然ないので、バシバシ反撃していきましょう。しかしゾロアットとか戦うのなんとも久々だな。みんなとはぐれたけどって、はぐれすぎだろう。後で合流するとき来るけど、それなりに中域離れてます。
相変わらず嘘の正論である。ギロチンなんてやる奴らがおかしいに決まってるんですよ。ということで味方増援。ウッソの V ダッシュガンダムです。宇宙ルートはガンダム系が初期増援に来るのは鉄板ですけど、まあウッソがいきなり出てくるとは思わんかった。久々の出番ですからね。引かないと言うならみんな離れてキャノンを使うから機体が爆発する。ということでウッソくん、相変わらず優秀な性能をしたパイロットです。なおこの縛りでどこまで出番があるかは知らん。使用上リアル系の運用をするのに必要な条件ってものがいくつかあってな。私たちはやらなければならないのです。衝撃砲1番2番攻撃用意。了解。連装衝撃砲1番2番攻撃用意。即興データ確認。相対速度合わせ。よし、撃ち方始め。ということでさらに味方増援。オリジナル戦艦のドライストレーガーです。万能戦闘母艦とはよく言ったもの。さてサポーターやらなんやらも色々と出てきたんですが、細かいことを説明するには今回全然時間が足りないので、また今度使う時にでも説明したいと思います。仕掛ける。もらった。いいリズムで乗れてるな俺。モビルスーツとの戦いも慣れたもんだ。リフスラッシャー行ってこい。覚悟を決めろということか。ヒュッケバイン30ってこの時点で武器が色々なヒュッケバインの詰め合わせなのわかりますよね。主にヒュッケバインマーク2が持っていたビームソード、フォトンライフル。そしてヒュッケバインのメインウェポンのリープスラッシャー。マーク3要素どこっていうのはひとまず言わないでおこう。私たちはやらなければならないのです。ミサイルキャニスター攻撃用意。イルミネーターリンク撃て。限界だ。脱出を。なお先に言っておくとこのゲームの戦艦はクソ強いです。スパロボ V あたりから機体サイズが大きい際の攻撃時にかかる補正が非常に強力になったので、とにかく火力がでかい。今後ともお世話になります。ということで敵増援。いかにもな感じの敵です。まあ見てわかるようにオリジナルの敵機体となります。たく、我ながらお人よしだぜ。リフスラッシャーこいつで
決める。さすがはヒュッケバイン30と俺だぜ。そういえば今更説明を一つ。スパロボ30では命中率の下のところに、赤字でシュートダウンの表示がされます。これは敵、ないしは味方がその攻撃で落ちますよの合図です。便利機能とも余計な機能とも取れますが、オフにできないので仕方ない。なおクリティカルには対応していないので、これが出てないのに落とされましたとかはあるある。戦うしかないじゃないか。距離を取ったって当たり。見えているから避けられる。ということで早くも敵の残りは1機のみ。当てればまず確実に落とせる敵ですが、ここは後々のことも考えて直感ではなく努力をしよう。まあ外しても援護で落としてくれるし。総員、自らの任を果たすことだけを考えてください。1番2番衝撃砲攻撃用意。了解。1番2番衝撃砲攻撃用意。目標インレンジ。撃ち方始め。ということで無事に当てて撃墜。今後も 60% ぐらいの命中率に頼っていくことは多発します。そうなるのかよ。エッジの言葉そのまんま同じ言葉が出たわ。まあ当たり前ではあるけども。ちなみにウッソくんは13歳。なお今後同年代だったり、もっと若い人が来る模様。ロボットアニメの主人公って若すぎる。絶妙に気の弱さが垣間見れるんだよなこの副長。一応元々が士官学校の教官だったならもうちょっと、ねえ。金にがめつい風来坊、あれおかしいな、なんか違う世界の人が頭をよぎる。誰かコインドロップシステム持ってきて。士官学校の生徒万能すぎんか。いきなり現場に突っ込んで問題なく運用できますなんて士官学校の生徒がいるわけないだろう。しかもそんな部隊を自由に行動させるというこの、最善を尽くせじゃないんだわ。その言い分はもっともである。そして質問は一切受け付けない。近年稀に見る押し付けぶり。まあ普通に対応してくるのがこの自治会会長なんですけどね。
そんなわけでなんとか見逃してもらえました。普通に考えたら余裕で10冊とかになるやつ。これを上げていくことで、本当に色々強化できます。なおスーパーエキスパートプラスなのでポイントが全然足りない模様。そして急に副長による講義が始まりました。機体改造より何よりエイオスアップデートだそうです。どちらも必要資金と必要ポイントがクソ高いのでできません。ということでなんか託されました。託されたからには仕方ない。色々茨の道を通る我々ですが、なんとかしてみせましょう。ということで1ステージ目、クリアです。今はまだ敵が弱く、ゲームのシステム解説もままなりませんが、5話から敵が強くなるのでそれまでは純粋な気持ちでスパロボ30をお楽しみください。ということで今回はここまで。チャンネル登録や動画の高評価、Twitter のフォローなんかしていただけると泣いて喜びます。それでは、ご視聴ありがとうございました。金が欲しい。眠い。腹減った。もう撤退。なんだよ。休憩中ぐらい独り言つぶやいたっていいだろ。ヒーローにあるまじきセリフだって？まあ、おっしゃる通りだ。だが、そんな俺でも、できることを精一杯やってる。というわけで、あんたも俺と一緒に頑張ろうぜ。じゃあ、またな。